今日はスティックチョコパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、スティックチョコパイを作っていきたいと思います。材料はパイシートとチョコレートと、あとはツヤ出しに使う卵黄だけで作ることができます。さらにですね、今回は普通のチョコレート味と、あとはホワイトチョコレートバージョン、こちらの2つをご紹介していきたいと思います。そしてね、もうすぐバレンタインということで、簡単なラッピングもご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、チョコレート、卵黄、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まず冷凍パイシートですね。今回使用する大きさが約11センチ ×18 センチの冷凍パイシートです。こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてチョコレートですね。今回は明治のブラックチョコレートと、あとはホワイトチョコレート、こちらの2種類を入れて作っていきたいと思います。このチョコレートに関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。そして卵黄に関しましてはこちらはツヤ出しで使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、チョコレートを切っていきます。まずは初めにですね、チョコレートをだいたい1センチ幅ぐらいで切ってみてください。板チョコをね、このように横にして、そして縦に切っていくイメージです。こうやって切る時なんですけれども、砕けちゃっても大丈夫です。こんな感じでね、砕けちゃうので、こちらこのまま置いといてください。はい、こんな感じで4個作っておきましょう。今回4つ分なので、この余ったチョコレートはね、また冷凍パイシートを増やして作っていただいてもいいですし、そのままね、召し上がっていただいても大丈夫です。それでは続いてホワイトチョコですね。こちらも同様に縦だいたい1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。どうしてもね、これ割れちゃうので、こんな感じで形だけをね、キープしておいてください。チョコレートはね、このように縦に4カット切っておきましょう。それでは続いて表面のツヤ出しに使う卵液を作っていきます。まず卵黄を入れてください。全卵でも大丈夫なんですが、卵黄だけの方がね、綺麗なツヤが出てきます。もし全卵を使いたい場合はね、全卵でも OK です。そしてお水をね、少し加えてください。卵黄だけだとね、ちょっともったりとした感じに仕上がっちゃうので、少しね、お水で伸ばしていきます。卵液の準備はこれで OK です。それではね、パイシートを用意してください。パイシートがね、まな板にくっつかないように強力粉または薄力粉を振るっていただくといいかなと思います。そしたらですね、このパイシートを切っていきます。4等分にしてください。まず半分に切って、そして半分に切ります。冷凍パイシートはね、半解凍した状態で作業し始めてください。こんな感じに切ります。そしたらですね、切ったらこのように横にして、この下半分か上半分どちらでも大丈夫です。縦にね、このように切れ込みを入れていきます。6本ぐらいですね、入れていただければいいかなと思います。こんな感じです。このように切れ込みを入れてください。この縁の部分はね、だいたい1センチぐらい開けるようにしてください。ではね、残りも同じように切れ込みを入れていきます。はい、こんな感じで入れてください。そしたらですね、この切れ込みを入れてない方ですね、ここに先ほどね、縦に切ったチョコレートを置いてください。こんな感じ。そしてこのようにチョコレートを置いたら、この縁の部分ですね、ここに卵液を塗ってください。こっちのね、チョコレートを置いた側だけで大丈夫です。そしたらこれを半分に折ります。よいしょ。そして縁の部分を指で押さえてくっつけてください。こんな感じです。このようにくっつけます。そしたらですね、さらにこの縁の部分をフォークで潰します。そしてしっかりね、上と下の生地をくっつけましょう。このようにね、跡をつけてください。こんな感じでね、スティック状にチョコレートをね、包んでください。それではね、残りも同じようにやっていきます。はい。で、あとね、このようにこうやってね、口を閉じた時に切れ込みがね、微妙にこのカーブ部分に来てしまって表面に出てこない時は、後からね、こうやって包丁で切れ込みを入れていただいても OK です。この時ね、手を怪我しないようにだけ注意してください。
こんな感じです。あとは同じようにね潰していきましょう。はい、こんな感じです。だんだんね冷凍パイシートも柔らかくなってくるので、手早くね作業を行ってください。もしちょっと時間がかかりそうだなっていう時は、使わない冷凍パイシートは冷蔵庫にねしまっておいても大丈夫です。ブラックチョコバージョンはこんな感じです。作り終わったらね、天板の上にオーブンシートまたはクッキングシートを乗せて、その上に置いといてください。それでは続いてホワイトチョコレートバージョンですね。こちらも同じように半分に切って、そしてまた半分に切ります。そして同じように半分に切れ込みを入れていきます。はい、で切れ込みを入れたらですね、同じように切れ込みが入ってない方にチョコレートを置いてください。そして縁の部分に卵液を塗っていきます。あとは折りたたみましょう。よいしょ。そしてチョコレートを包みます。あとは縁を押さえて切れ込みをねちょっとチェックします。そして縁の部分をフォークで潰してください。はい、こんな感じです。こちらも同じように作ってください。ではね、残りも同じように作っていきます。はい、このように作ってください。そしたらですね、上に卵液を塗っていきます。このようにしっかりめにね卵液を塗ってください。卵液なんですが、こちらね一度塗りでもいいんですが、二度塗りしていただくとねよりツヤっと綺麗な仕上がりになります。なのでもし面倒じゃない場合は5分から7分ぐらいしたら一旦取り出して、表面が乾いてたらもう一度ね卵液を塗ってそのまま焼き続けていただくといいかなと思います。こちらはねお好みでやってみてください。それではこちらを200度に予熱したオーブンで20分焼いていきます。今回はねオーブンを使って焼いていくんですが、こちらトースターでも焼いていただけます。トースターの場合、温度表記の場合は同じ200度、ワット数表記の場合はだいたいね900ワット前後ぐらいを使用してください。そしてトースターの場合はねちょっと焦げやすくなると思うので、表面が焦げそうになったら上にアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。焼き時間はオーブンと同じです。それでは焼いていきたいと思います。はい、今ね5分経った状態です。そしたらね一旦取り出して、表面が乾いてたらここにね卵液をもう一度塗ります。こちらはねマストではないので、もしねツヤをしっかり綺麗に出したい場合はやってみてください。ただこの作業はね手早く行いましょう。トースターの場合も同じです。そしたら残り時間このまま焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにねいい感じに焼き色がついたら取り出してください。それではねこのまま粗熱を取りたいと思います。それでは簡単なラッピング方法をご紹介していきます。まずこちらマチ付きのクリアバッグですね。こちらを用意してください。マチ付きじゃなくてもね大丈夫です。あとはですね、こちらも100円ショップで揃えられるこちら英語の文字が入ったクッキングシートですね。そしてあとはねシールです。こちらもねマチ付きの袋に付属されていたシールになります。このクリアバッグもね100円ショップに売ってます。こちらを使ってねラッピングしていきます。まずねこの幅に合わせてクッキングシートを切ってください。そしてクリアバッグの中にクッキングシートを入れてください。そして入れたらですね、ここにスティックパイを入れてください。こんな感じです。そしたらねこちら口を折って、これをねセロハンテープかまたはマスキングテープとかね何かシールで留めてください。あとはね最後どちらでも大丈夫です。好きなところにシールを貼ります。これで簡単なラッピングの完成です。後ろにねクッキングシートを1枚敷いていただくととてもね見た目も可愛く仕上がります。すごくね簡単にできますので参考にしてみてください。はい、これでスティックチョコパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこんな感じになってます。こちらがブラックチョコレート、そしてこちらがホワイトチョコレート味になってます。とてもね表面もサクサクでツヤもしっかり出て美味しそうに仕上がりました。二度塗りするとねこのように綺麗にツヤを出すことができます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。じゃあまずねブラックチョコレートの方からいただきたいと思います。いただきます。
パイがサクサクですごく美味しいです。中のチョコレートもとろけてますね。では続いてホワイトチョコレートバージョンもいただきたいと思います。いただきます。ホワイトチョコレートもたっぷり入っててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスティックチョコパイのポイントです。まず冷凍パイシートなんですが、今回私が使用しているのが約11センチ ×18 センチのパイシートになります。こちらは目安にしてみてください。そしてチョコレートなんですけれども、こちらはですね、板チョコを横にして縦1センチ幅ぐらいで切ってみてください。この時おそらくね、切った時にチョコレートが砕けてしまうと思います。砕けても大丈夫なので、その切った状態をキープしていただいた方が作業しやすくなるので、切ったらその状態で置いておいてください。そして冷凍パイシートなんですが、こちらは半解凍した状態で作業し始めてください。あんまりね、解凍しすぎてしまうと作業がしにくくなりますので注意していただけたらと思います。作る時期にもよるんですが、冬場の場合は作る15分から20分前くらいに冷凍庫から出していただくといいかなと思います。そしてパイシートを半解凍させたら4等分にして、そして1かけらの半分ですね、下半分か上半分どちらでも大丈夫です。5、6箇所ぐらい切れ込みを入れてください。そして切れ込みを入れたら、切れ込みを入れてない方にチョコレートを並べて、そして縁の部分に卵液を塗ってください。あとはパタッと2つに折りたたんで、そして縁の部分をくっつけて、最後はフォークで押さえつけて口を閉じてください。この時ですね、切れ込みが上に来なかった場合はまた改めてね、切れ込みを入れていただいても大丈夫です。そして焼く時なんですけれども、卵液を塗って、そして200度のオーブンでだいたいね20分ぐらいを目安に焼いてみてください。オーブンによってはね18分ぐらいでいい感じにね焼き色がつく場合もあると思いますので、こちらの焼き時間はだいたいね18分から20分ぐらいを目安に焼いていただくといいかなと思います。そして今回はですね、卵液を2度塗りしてます。2度塗りすることで焼き色がすごく綺麗になるので、ちょっと一手間なんですが、ぜひやってみてください。そして今回はオーブンを使って焼いたんですが、こちらをねトースターで焼いていただいても大丈夫です。トースターの場合はですね、非常に焦げやすいので、焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせながら焼くようにしてください。そして中のチョコレートなんですが、こちらはねお好みのものを入れて作っていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスティックチョコパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。